どうもきみまろです。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。これ撮影してるのがまだ4月なんですけども、今日とかもねもう夏日を迎える日だったりしていて、冷たい飲み物が美味しい季節になってきました。そんなわけで今日は僕のような家でハンドドリップを楽しむような人にどなたでも簡単にできる美味しいアイスコーヒーの入れ方を紹介してみようかと思います。今日はね一応浅入りのコーヒー豆を使った入れ方にはなりますが、深入りでも応用していただけると思います。なので深入りがお好みの方もぜひ参考にしていただけたらと思います。で、これがこの後紹介するレシピで入れた浅入りのアイスコーヒーなんですけど、まずはね一口いただいてみましょう。めちゃくちゃ美味しい。浅入りコーヒーの風味、フルーティーさ、ジューシーさを残しつつもクリアですっきりしていて、えぐみとか尖った感じがね全くないです。ほんとね滑らかな口当たりでジュースみたいです。で、こちらのレシピとドリップ方法をこの後紹介します。このチャンネルでは何度かアイスコーヒーの動画をもう出してるんですけども、そういった動画を僕自身出しておきながら、なかなかねアイスコーヒーのドリップが安定しないという時もあって、ちょっとね悩んでました。すっきりクリアで甘みとフルーティーさがよく出たジュースのようなこういったねアイスコーヒーを入れたいんですけど、なんかね舌にえぐみが残るような味になったり、酸味が強く出すぎたり、うまく入れられない時とかもあったので、昨年あたりからいろんなバリスタさんのレシピを参考にさせていただき、いろいろ試してみました。ただこれもバリスタさんによって考え方とかレシピが違ったりするので、そういったねいろんな考え方を参考にしながら自分でトライアンドエラーを繰り返して自分なりにアレンジして今日紹介するレシピを導き出しました。導き出したというか、いろんな方のを参考にしていただきながら僕好みにアレンジしたという感じなんですけども、結構ね美味しいと思うんで参考にしていただきたいなと思って今日紹介します。僕みたいな趣味で自宅でハンドドリップする、いわば素人ですよね。コーヒーの素人でも安定して美味しく入れられるレシピ、入れ方が見えてきたので、今日はそちらをシェアさせていただきたいと思います。なんで美味しくなるのかとかね、理屈とか難しいことは僕はあんま分かんないんですけど、この入れ方にしてから毎回ブレることなく毎回美味しくコーヒーが入れられるようになりましたので、ハンドドリップで入れたコーヒーの味がまとまらない方なんかにはね参考にしていただけたら嬉しいです。皆さんも実際こちらの入れ方試してみていただいて、もし今までと味が変わったとか美味しくなったという方はぜひコメントで感想をね教えていただけたら嬉しいです。ちょっと前置きが長くなりましたが、早速ね美味しいアイスコーヒーの入れ方紹介していきましょう。はい、ではドリップしていきましょう。レシピなんですけども、まず浅入りのコーヒー豆 18g とお湯の量は 160g で、あと冷やす用の氷として 60g 使います。で、コーヒー豆はこちらコーヒーライツさんで購入したエチオピアビルハヌディドのナチュラルですね。ナチュラルプロセスのものを使います。浅入りでもナチュラルプロセスのコーヒー豆を使うとよりジューシーな、ほんとジュースっぽい感じのコーヒーになると思うので、今日はねこちら使います。テイストノートとしてはグレープとかグアバとかベリーとかシュガー、そういった風味が感じられるコーヒー豆となってます。こちら使います。こちらを 18g 使います。でグラインダーで引いてきますが、いつも使ってるこちらのカリタナイスカット G で引きます。で引き目としては一番左に1になってるんですけど、ここから1つ戻した 1.5、 ここの引き目で引いていきます。結構細かいです。じゃあ引いてきます。ちょっと引き目見ていただきます。はい、こんな感じで結構細かめです。わかりますかね。これぐらいです。でグラインダーはもちろん手引きでも何でもいいんですけど、なるべく均等に引けるグラインダーがいいんじゃないかなと思うのと、その点ねこのカリタは結構均等に引けます。で引き目はこれぐらい結構細かめに引きます。この細かめに引くのも結構重要かなと思います。こちらを使ってねコーヒー入れてきます。でまずコーヒースケールに
サーバー置きます。でサーバーはねこういったフラスコ型の底が広いタイプがおすすめです。で氷をね後から入れるんですよ。で最初にこの氷入れてそこに急冷で落とすっていうのではなくて、落とした後に氷を入れるっていう形になって、氷を入れてこうゆっくりね回しながら冷やすという風にやるので、氷を入れて回して冷やしやすいようにこう底がなるべく広めのタイプのものが使いやすいと思います。ちなみにこちらはキントーのサーバーですね。こちらのサーバー使ってきます。でサーバーを置いて、でここにコーヒードリッパーを置きます。でコーヒードリッパーはおなじみハリオの V60 ですね。こちら台湾ハリオの限定モデルですけど、これ限定じゃなくてももちろん普通のハリオ V60 の 1,2 杯を使います。でそれでいいと思います。ハリオの V60 はもう多分ね一番入手しやすいドリッパーだと思うので、まだ持ってない方こちらを使えばすぐにでも美味しいコーヒー入れられると思います。これを使います。でペーパーフィルターはカフェックのアバカフィルターを使います。アバカフィルターはね紙の臭みがあまりないのとお湯の抜け加減がちょうどよくて使いやすいというので、結構ね味に影響出ると思いますので、アバカフィルターを最近は使ってます。でお湯の温度88度で、お湯の温度は今までね90度とか91度とかで入れていたんですけど、こう2度下がるだけで88度になるだけで結構ねえぐみの出方が変わったというかね、えぐみが抑えられるようになったと思います。なので最近はねこの88度で入れるようにしています。で一応フィルターをリンスしていきます。アバカフィルターはそんなに紙の臭みが気にならないんですけども、一応リンスします。リンスやる人とやらない人いますけど、フィルターとドリッパーをこうね吸着させるっていう意味もあると思いますので、僕はね必ずリンスはするようにしています。リンスするとねこんな感じで紙がペーパーフィルターがねドリッパーにきっちり吸着するんですよね。これを狙ってリンスします。でサーバーに落ちたお湯は捨てます。はい、ではドリップしていきます。まず粉入れます。で粉を入れたらドリッパーの縁をこう叩いて均等にならします。結構このしっかり均等にならすことも重要だと思います。お湯が均等に行き渡るようにするには表面をしっかり均等にしておくことも重要だと思います。で粉入れたんで0リセット、タイマーを0にして、はい、ではドリップしていきます。まずお湯を 40g 注ぎます。中心から落として円を描くように徐々に外側に向かってお湯を回しかけます。10秒ぐらいで 40g 注ぎます。でこの後こうドリッパーを回してお湯と粉をしっかりなじませます。これやらないと縁の方の粉にお湯が行き渡らなかったりするんで、これでねしっかりなじませます。でこの状態で40秒まで蒸らします。このね蒸らしの時間もめちゃくちゃ大事です。今しっかりお湯が粉にね行き渡ってるところですね。で40秒になったら 60g 注ぎ入れます。中心に50円玉ぐらいの範囲に回し入れて、で 30g ぐらい注いだら徐々にね周りに向かって外側に向かって注いでいきます。このねお湯と豆の接点をしっかり作ることを意識するのが大事だと思います。で徐々に水面が降りていくので、こう表面にお湯が残らなくなったあたりからさらに 60g 注いでいきます。この時ね中心が少しくぼんでいますので、さっきみたいに中心に注ぎ続けるというよりもゆっくりね外側に向かって粉をねお湯が巻き込みながら落とすような感じで 60g 注ぎます。でこれで落ちきるところまで待ちます。
で落ちきったらドリッパーを外してここに氷を入れていきます。氷はこういったロックアイスで 60g の氷入れます。だいたいこれぐらいだと思うんですよ。 60g ちょっと一応測ってみましょうか。57、まあこれでいいかな。はい、これぐらいの氷を入れます。で氷、こういったねサーバー、ガラス製のサーバー、手でねこう落としちゃうとガラスが割れちゃうことがあるので、こういったスプーンとかでゆっくり入れてあげるといいですね。こんな感じで。で氷を入れたらこれをくるくる回してあげます。大きく円を描くように。さっきも言ったんですけど、今までは氷を入れたサーバーに直接ドリップして急速冷却していたんですけど、この緩やかに冷やす方法に変えてから本当に味が激変しました。氷後入れが正解な気がします。こんな感じで回してると徐々に氷なくなってきますので、少しだから薄まるっちゃ薄まるわけですね。はい、できました。でこれをグラスに注ぎます。はい、こんな感じでドリップして入れたのがこちらの浅入りのアイスコーヒーです。やっぱりね美味しいですね。ご覧いただいた通りポイントさえ押さえれば簡単な手順で美味しく入れられると思いますので、ぜひ皆さんも試してみてほしいです。冒頭にも言いましたが、もし今日のレシピ使って美味しく入れられたという方はぜひね感想なんかをコメントでいただけたら嬉しいです。はい、そんなわけで今日は誰でも簡単に美味しく入れられるアイスコーヒーの入れ方を紹介してみました。もしこの動画が良かったと思った、参考になったと思った方はぜひグッドボタンをよろしくお願いいたします。このチャンネルではこういったコーヒーに関する動画もいろいろ公開していますので、よろしければチャンネル登録をよろしくお願いいたします。あとベルマークも押しておいていただけたら嬉しいです。本日も動画をご視聴いただきありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。